当てはめるだけですぐ伝わる。本書を読む前。当てはめるだけですぐ伝わる。何かを理解するのに迅速で容易な方法や手段を指しているのかもしれません。この表現がどのような文脈で使用されているかによって具体的な意味が異なりますが、いくつかの一般的な解釈があります。簡潔な説明や例を用いることで理解が迅速になる。例、この概念は具体的な事例を挙げることなく、一般的な原則に基づいているため、当てはめるだけですぐ伝わります。一般的な共感や理解が得られる特定の事柄やパターンを指す。例、彼の言葉遣いは地元の人たちにとって馴染み深く、当てはめるだけですぐに伝わります。簡単に利用できる手法やツールを指す。例、このアプリケーションは使い勝手が良く、初めて使う人でも当てはめるだけですぐに理解できます。文脈によっては他の解釈も考えられます。もし具体的な文脈があれば、それに基づいてより適切な解釈や説明を提供することができます。話を理解してもらいたい。話を相手に理解してもらうためには、いくつかのコツがあります。以下はそのいくつかのアプローチです。シンプルで明確な言葉を使う。言葉選びは重要です。できるだけシンプルで分かりやすい言葉を使用しましょう。専門用語や複雑な表現はできるだけ避け、相手が容易に理解できるようにしましょう。具体的な例を挙げる。抽象的な概念やアイデアを説明する際に、具体的な例を挙げると理解が進みやすくなります。例を通じて具体的なイメージを伝えることで、相手が話の内容をより具体的に捉えることができます。相手の興味やバックグラウンドに合わせる。相手の興味や知識レベルに合わせて説明を調整することが大切です。相手が共感しやすいトピックや関心を考慮して、話の内容を選定しましょう。質問を活用する。相手に質問を投げかけることで、相手が理解したかどうかを確認できます。また、質問によって相手が積極的に参加しやすくなります。フィードバックを受け入れる。相手からのフィードバックを受け入れ、理解度や興味を確認することが重要です。質問を通じて、相手の意見や質疑応答を促進しましょう。これらのアプローチを組み合わせて、相手に対して分かりやすく、興味深い話をすることができます。複雑なことを分かってもらいたい。複雑な内容を相手に理解してもらう際には、以下のアプローチが役立つかもしれません。段階的に説明する。大きな概念を一度に説明するのではなく、段階的に分解して説明することで、相手にとって理解しやすくなります。順を追って細部にわたることで、情報が処理しやすくなります。比喩やメタファーを使用する。複雑なアイデアを伝えるときに、具体例や比喩を用いると理解が進みやすくなります。日常的なイメージやアナロジーを使って、新しい概念を説明すると効果的です。視覚的な手段を活用する。チャート、グラフ、図表などの視覚的な手段を用いて情報を補完することで、相手により鮮明に理解させることができます。視覚的な表現は、抽象的な概念を具体的に示すのに役立ちます。相手の興味を引く要素を組み込む。相手の関心を引く事例や応用例を交えながら説明すると、相手が興味を持ちやすくなります。実際の応用や影響に焦点を当てることで、複雑な概念を実践的な視点から理解させることができます。質問を受け入れる態度を持つ。相手が理解できるかどうか確認するために質問を受け入れ、それに真摯に応じることが重要です。質問に答えることで、不明点をクリアにし、相手に安心感を与えることができます。これらのアプローチを組み合わせて、相手に複雑な内容を理解してもらう努力をすることが大切です。日本書籍エンジョイジャパンライフへようこそ。私たちのチャンネルでは、日本の書籍に関する最新情報から深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて、日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録や enjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。相手に教える時の説明、教える身につけてもらう指導する。相手に教える際の説明や指導には、
効果的な方法があります。以下は、教えるプロセスをスムーズに進めるためのいくつかのポイントです。明確な目標を設定する。教える前に何を達成したいのか、どのような目標があるのかを明確にしましょう。目標がはっきりしていれば、説明や指導も具体的になり、相手も方針を理解しやすくなります。相手の背景や前知識を考慮する。相手の知識や経験を把握し、それに基づいて説明を調整します。相手がすでに知っていることや興味を持っていることに結びつけながら、新しい概念を導入しましょう。わかりやすい言葉を使う。専門用語や難解な言葉はできるだけ避け、わかりやすい表現を心がけましょう。シンプルで明確な言葉を使うことで、相手が理解しやすくなります。具体的な例や実演を用いる。抽象的な概念や理論を具体的な例や実演を交えて説明すると、相手がより理解しやすくなります。視覚的な手段を活用して、理解をサポートしましょう。相手を巻き込む。単に情報を伝えるだけでなく、相手をアクティブに巻き込むことが大切です。質問を投げかけ、ディスカッションを促進することで、相手が積極的に学び、理解を深めることができます。フィードバックを求める。相手に定期的にフィードバックを求め、理解度や不明点を確認しましょう。相手が理解できているかどうかを確認することで、適切なアジャストメントが可能です。忍耐強く対応する。新しい概念やスキルを身につけるプロセスは時間がかかることがあります。相手が理解できるまで忍耐強くサポートし、繰り返し説明することが重要です。これらのポイントを組み合わせて、相手に教える時の説明や指導を効果的に行うことができます。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。